もともとの目が小さいので5枚つけてます。ガッて垂れ目になるようにオーバーすぎるぐらいにグワッて引いてます。垂れ目と白と黒で決めるのがポイントです。こんにちは、ブラックダイヤモンドのあかりんです。ガングロカフェで働いてます。今から普段メイクを紹介したいと思います。スタート。このファンデーションはスポンジを濡らして使わなきゃダメなんですけど、普通の水でもいいんですけど、肌にいいかなと思って化粧水を使ってみてます。首の色と違いすぎない黒さで、白すぎない黒さで選んでます。色は塗り方は普通に塗ってます。つけまつげはもともとの目が小さいので大きく見せるために同じまつげをずらして5枚つけてます。その上にまた違う目尻を強調させたいので、目尻だけ長いやつをかぶせてつけてます。つけまののりは普通のつけまのりじゃなくてアイプチを使ってます。肌にいいので。アイテープはシークレットヌーディーテープを使ってます。最初に太いアイテープを貼って、でそれから遠くから見て微調整するために細いアイテープでつけてます。まぶたが重いんでつけるときに端っこ1回くっつけて引っ張りながらつけるとガッて食い込みが良くなります。太い方は基本的に毎日使うんですけど、細い方はバランスが悪い時だけ使うのでいつも枚数とか決まってないです。目頭はもともとの目がすごく離れてるので近づけるのと、それによって目が大きく見させるのと、つけまつげを目から離してつけてるのでそこを黒く塗って埋めてるのと、あと下のラインはもう垂れ目になるようにオーバーすぎるぐらいにグワッて引いてます。下のラインは垂れ目の角度が難しいんですけど、なりたい垂れ目の角度があるんで、もうこのぐらいになるようにもう目尻だけをこの角度にブワッと引いてます。細いライナーで引いたのは微調整で使ったんですけど、黒目を大きく見せるためになんですけど、つけまつげをつけた上から付け足したりしてます。バランスを見ながら。眉毛のこだわりは目と正反対につり上げるのと、目からめっちゃ近いように目力が出るようにしてるのと、あとここまでしかないのは長いと大人っぽく見えちゃうのでギャルっぽくなくなっちゃうので短くしてます。鼻は最初にリキッドっぽいやつで塗って形を作ってから、パウダーの白いハイライトのパウダーでグラデーションにして抑えるように塗ってます。鼻のこだわりとしては太くなりすぎないようにここはくびれさせて、でちょっとここよりも大きめに描いて、ここなんですけど、ここは絶対グラデーションにしないと変なので違和感があるのでグラデーションにしてます。ノーズシャドウは影を作ってより高く見せるのと彫り深く見えるようにつなげて一気にバッて引いてます。白いラインはさっきアイライナーで引いたところの下から始まって黒目の下ぐらいまで引いてます。ここを塗ることによって色のメリハリがつくのと顔の凹凸が出ると思うので描いてます。下まつげは薄い上まつげを5枚重ねてます。まつげを選ぶポイントとしては目尻の方を濃くしたいので目尻が濃いやつを買って、目頭寄りの方は薄い束の長めのやつを買って重ねてつけてます。ダブルラインなんですけど、これは遠くから見た時に顔がのっぺりして見えちゃうので二重のラインを引いてます。ガッて目を開けた時にできる二重の影にそのまま上で描いてます。このブルーのアイシャドウは青がギャルっぽくて好きなのと、あんまりわからないんですけどパッて気づいた時にあみたいな可愛さがあるのでつけてます。
このアイシャドウにした理由は安い上に発色が良くて分かりやすいのでこれにしました。ここのハイライトはここの彫りを深く見せるのと、あと二重のダブルラインをより濃く見せるのためと、あとマンバっぽいのでここに引いてます。基本的には遠くから見て彫りが深く見えるなるまで引いてるんですけど、眉毛がつって見えるように眉毛の延長線にふわって引いてます。白いリップを塗る前に乾燥を防ぐために普通の透明のリップを塗ってから白いリップを塗ってます。なるべく下の唇を中心に塗った方がギャルっぽく見えるしマンバっぽく見えるのでそうしてます。カラコンはとにかく化粧が真っ黒なので目ん玉は分かるように明るい色を使ってます。でも特にメーカーなどは気にしてなくて明るい色ってだけで気にしてます。メイクのポイント的にはまず垂れ目と眉毛は絶対つり眉と白と黒で決めるのがポイントです。この爪は海をイメージしてやってもらいました。この貝殻とかも100均で詰め合わせが売っててそれを持って行ってつけてもらったり、この星とかももともとはアクセサリーとかピンとかのやつを取ってつけたり、この一式とかもネックレスの一部をちぎってつけたりやってます。長さはこの手の方よりも長く見えるようにした方が手が綺麗に見えると思ったのでいつも長くしてます。結婚したいのとかっこいい黒さになりたい。黒人さんの女の方とかもかっこいい綺麗なので好きです。きっかけ、これといってきっかけはないんですけど、雑誌を見てて好きなファッションをしたり好きな服を買ったりしてたら気づいたらこうなってたみたいな感じです。高校に行ってたので校則を守りつつやってて、で高校卒業してからもう好きなようにできたのでそこからもうこういう感じになりました。昔のマンバちゃんたちの参考にっていうかしてるのって好きなのと、あとはちょっと前までギャルだったゲイハーコちゃんって子が好きでよく昔の写真とかを見させてもらったりしてます。やっぱり女の子なので結婚したいのと、あと結婚しながら自分のやりたいことをやりたいファッションやれたらいいなって思ったりしてます。まつげとあと白いこのラインの色のライナーとアイライナーですね。発色が良ければそれを使ってます。1ヶ月に1回描いてます。その時にしたいネイルをやってるんですけど、やっぱり季節とかもあるので被らないように自分なりに考えてパーツとかも選んでやってます。ヒサロには肌の色にはこだわっていて、並大抵の黒さだとただの黒ギャルで終わっちゃうんですけど、やっぱ飛び抜けて黒くありたいのでかっこいい黒さになりたいので毎日90分または60分ぐらい焼いてます。かっこいい黒さっていうのは黒人さんまでいかない黒光りしてる黒さ、ムラのない黒光りしてる黒さかなって思います。黒くしたいのは黒くあった方が強そうに見えるのと、やっぱり黒人さんの女の方とかも綺麗なのでかっこいいと思うので、やっぱりちょっと真似したいみたいなのがあるので好きです。 Hello, my name is Harukamu. I'm a member of Black Diamond. 今日は、普段毎日やってるギャルメイクについてやっていきたいと思います。2016年バージョンで去年より若干薄くなってる気もするけど、お姉さんギャル的な感じでいきたいと思います。スタート。まず最初にこの MAC の保湿の乳液を塗って、肌のやっぱテカリとかも混合肌なんですけど、鼻のテカリは水分なさすぎるテカるからちゃんと水分補給して、ほっぺたの乾燥する部分もカサカサで粉吹かないように保湿する成分が入ってるんでおすすめです。
パ